恐竜の絶滅っていうのが第5の大量絶滅っていうんですけど、今第6の大量絶滅が起きているんです。恐竜第5なんですか？第5です。生命の歴史の中です。第5の大量絶滅が恐竜で、今第6なんです。今の地球ってすごい速度で動物がいなくなってます。例えば過去50年間、たった50年間で脊椎動物の7割ぐらいの個体数が減っているっていう国連のデータがあるぐらい、すごい急速な速度でその生命がいなくなって、僕ら今絶滅の真っ只中なんですよね。なるほど。それを恐竜のように絶滅するのか、果たしてどうするのか。で今人間って80億っていうとんでもない個体数を繁殖させてしまって、明らかに地球を圧迫していると、っていった時に、もう恐竜の場合は隕石というもうどうにもならない天才だったんですけど、人間の場合は自分たちで問題を作り出して自分の首を絞めている状態、なので、じゃあ恐竜みたいに絶滅するんですかっていうのをいつも問いてます。大学にいて学長の仕事をしていても、本当に現場で研究をしている先生方とそうそう話すチャンスってないんですよ、先生。まず第一弾として先生にぜひということでお願いします。光栄です。よろしくお願いします。先生がまず福井県のお生まれだとかも含めてね、どうも子どもの頃からだということのような気がしますけど、なんでこの学問に惹かれたのかということだけちょっともう一回ぜひ聞きたいなと思ったんですけど、いいですか？私は昔から恐竜少年ではなくてですね、小学校の時は仏像が好きな子供でした。仏像ですか？でそこから中学校に入っていくと、福井県っていうので、化石がたくさん出ていて、で恐竜化石の発掘が高校1年の時にスタートして、そこから参加するようになって、恐竜の道に入っていくんですけど、仏像と恐竜って全くかけ離れた全然違うものと思いがちなんですけど、実は子供の時に仏像を目の前にして数百年前にできたもの、そして自分という現在のこの時間の流れっていうか、それを感じるのが好きだったんですよね。なるほど。それがただもっと古くなって、それが数千万年前とか数億年前になっただけで同じ感覚です。苦労されたことないですか？親の反対だとか、そんなことやってどうなるんだみたいな、そういう抵抗感って皆さんにあんまりなかったですか？ですね、親が言っていたのは、何やってもいいんだけど、ちゃんと人のためになりなさいと、何やっても、研究何やってもいいし好きなことしていいんだけども、ちゃんとそれが人のためになってるかっていうのを常に考えなさいっていうの、それだけでした。何が一番楽しいですかね、この仕事やってて。たくさんありますよね。ありますね。それ多分研究者ってみんな一緒だと思うんですけど、僕らなんか海外で調査をして、例えばアラスカだったりゴビ砂漠だったり行くと、おそらく人類でこのヘリコプターで降り立つんですけど、そこに恐竜を探しに来た人類って人って僕が初めて、本当に自分の一歩っていうのが月面の第一歩じゃないんですけど、全てが新しいんですよ。未知の世界っていうか、そういうそういう意味では北大のフロンティア精神っていうかっていうにつながってくるとは思うんですけど、そういう人として初めてのことばっかりなんですよね。調査もそうですし、発見もそうですし、研究もそうですし、もう全部自分がみんなに情報提供できるっていうか、その辺の興奮度合いっていうのはもう常にやっぱりパイオニア感すごいですね。やっぱりちょっと他には得られない喜びですよね。私の研究って実はいろんなことやってましてでもうざっくり言うと恐竜がいかに鳥に進化していったかっていう大進化の過程を調べています。でその中に消化器官の進化であったり、脳の進化であったり、あと翼の進化であったり、子育ての進化であったりっていうところが、どうやって爬虫類から鳥に行くっていう、そういう進化をやっているのと、あとはこれ時間軸の話なんですけど、もう一個やっぱり世界規模の今のアラスカに行ったりカナダに行ったりモンゴルに行ったり今ウズベキスタンに行ったりっていうので、そのある時代に注目して隕石が落ちる直前の7000万年ぐらい前からだいたい9000万年ぐらいの間を今注目してるんですけど、その地球上に一体何が起こったかっていう、そういうのを今やって研究しているっていうのがありますね。消化器の研究っていうのは特に興味を持たれている理由は何かあるんでしょうか？私自身もそうですし、いつもうちの、僕のところに来た院生に言うのは、分かりやすい研究で、私は食の研究、要は消化器官っていうとちょっとややこしいんですけど、恐竜の食についての研究、そうですね。それが消化器官もあって脳にも実はかかってくるんですけど、じゃあ恐竜って何食べていったのかっ
でそう食べることによってどうやって恐竜が自分たちの世界を作って生態系を作っていったかっていうその進化を探るっていうのが私の今ずっと追い求めてる研究なので、一言で言える研究しなさいっていうのは学生たちにも言ってますし、私は食の進化っていうのをずっとやってるところですね。で私も今こちらに来て18年かな経ちますけど、本当に好きなように研究させてもらって今こうやって研究できてますし、学生たちも本当に伸び伸びとできてると思うんですよね。だから北大ってそういう意味では日本でも非常にいい大学じゃないかなと、本当にこれはお世辞じゃなくて本当にそう思ってますね。すごい嬉しいですねそう言ってもらう。でもそういうところが私がたまたま今装置をやらせてもらっているけど、やっぱり先人たちがやっぱりこの大学が先生おっしゃったフィールド研究、大学にやっぱり得意不得意があると思って、何でもかんでもオールマイティーにいけるわけでもないし、例えば東京大学とか京都大学、フィールドありますけども、やっぱりその規模に比べるとやっぱ北大はすごくフィールドが強いと思うんですよね。そういうところでやっぱりこの大学で勉強したいと、そういう領域で勉強したいと思う小学生中学生高校生にとって北海道大学に行きたいなと思わせる一つのやっぱり大きな要因はやっぱりこの恐竜研究はあると思いますし、それから水産の研究とか農学の研究とか、そういうところって私たちすごく大事にしたいなとは本当に思いますね。先生とは違いまして最先端には程遠い原始的なものしかないんですけど、こうやって当然こういうハンマー使って本当にもう力仕事です僕ら。ちょっと触っていいですかそれ。本当にこういうの使うんですね。でもっと言えば重機も使えますし、削岩機も使えますし、こういうものから、あと小さいデンタルピックすごく僕ら使うんですけど、歯医者さんが使うデンタルピックすごく使ってますね。こういうふうな細かいとこ最後これで最後に削っていくようなこんなもので発掘をしています。であとは記録用にこういう当然ながら昔から使ってるカメラ、これなんか防塵と落としても壊れないカメラなんですけど、であとはこういう僕が行くのはアラスカでよくグリズリーがよく出るので。でこういう双眼鏡でクマがいないかとかで出た時には笛だったり、あと僕がクマに出会ったことあるんですよね。もちろんすごくあります。あるどころじゃないです。1日に7回とかでも目の前に何度もグリズリーの目の前にしてますし、あと散弾銃僕ら持ってってうちは知らないですけど威嚇のために撃ったりとか、そういう生活をしてたりしますね。であとはその記録用の、カメラだけじゃなくてドローンでこれが僕らの最先端の限界だと思うんですけど、これ飛ばして空中からいろんなデータを取ったりして、昔では撮れなかったような写真だったりデータだったり、もう3次元構築ってすぐ画像でできるので。メディアに出るのって出たがりの人もいますけど、そうじゃなくて出てやっぱり我々の活動知ってもらうっていうすごく大事なミッションだと思うんですよ。これ先生どんな感じで今非常に研究時間も少し削らなきゃいけないぐらいにたまにはNHK とかに出られたり、インタビュー受けられてると思うんですけど、僕はもうすごく大事だと思うんですけど、この辺どうですか。これは言っているですね、私は恐竜研究で恐竜研究したいっていう学生がいっぱい来て、恐竜に貢献するためには研究者が唯一の別に道ではなくていろんな形があるよっていうので昔から言ってます。で実は僕はメディアは一つの貢献の方法だというので、昔からその NHK のディレクターとしてですね、実はもう私の卒業生4人実は。そうなんですか。でこの前作った N スペは僕の元学生です。なのでそうやってもうすでに研究の基礎知識がある人に NHK の科学部に入ってもらって、そしてやると本当にいい番組ができるので、そうやってメディアっていうのを同じサイドにつける。でそうすると PR 力も出てきました、大学として。なので僕もメディアで出るの嫌いなんですけど、やっぱり出ることで恐竜というものの魅力は伝わりますし、大学で言えば北海道大学っていうのが名前が出るとここの魅力っていうのも伝わっていくっていうので、うまくメディアとタッグを組んでやってるというのが私のやり方です。加藤先生、総合博物館の副館長をやられていて、大学における特に北大の博物館ってかなり、日本にある大学の博物館の中でトップレベル走ってて、ここに来る人ってどこかで学問とかサイエンスに興味を持ってる人が来て、それを本当にそれを十分来てよかったと満足させるものを作るのなかなか大変だと思うんですけど、北大の博物館ってそういうレベルに少しずつ近づいてるんじゃないかなと。コロナ入る前は20万人を超える札幌の中でもトップ15に入る観光施設になってましたので、そうやって人にどんどん来てもらって
北大の活動、北大の魅力、北大の知の蓄積っていうものをこうシェアしながら、そしてこうまたそうやって育ってきた若者が北海道だけに入ってくるっていう、こういうサイクルをうまく今できつつあるのじゃないかなっていうのと、個人的にはもっと活用してほしいなと、大学の方にですね、私たちもぜひ大学、大学の一部ですけど、一部局ですけども、よりも寄り添って僕らの持っている PR 力っていうのがありますので、還元力っていうのがあるので、一緒にこう仕事ができたらなとは思ってます。そうですね。そういう意味でいわゆる大学のフラッグシップ、こんな立派なっていうか、ある程度社会的認知度がある博物館を持ってるのはそうはないと思うんですね。で、大学がすごいいい研究やってて、それが見えやすい形で市民に見せて社会展開力、そういう意味で大学における博物館っていうのは、先生、私は本当にこれから北大が目指す一つのモデルなんじゃないかなと思うぐらい期待してますね。はい。私いつも5つの価値って言ってるんですけど、一つは恐竜で言うとですけど、恐竜のそもそものサイエンティフィックな価値、これは科学的な価値ですよ。僕ら研究して論文出すことでそれが出て、今度は教育的な価値で、それは院生だったり学生だけじゃなくて生涯教育、うちだとボランティアがいて、定年された後とか主婦の方がボランティアに来て恐竜を通じていろんなことを学ぶっていう教育的な効果、市民科学ですね。シチズンサイエンスですね。はい。で次がそもそもの持っている価値ですよね。歴史的な価値であったり、それは例えば、国宝級であるとか、重要文化財とかっていうそのお金にならないような価値っていうのがありますと。であと残り2つっていうのがやはり広報的な価値、でもう最後が経済的な価値、この5つがちゃんと満たされることで、ちゃんと私がやっている恐竜研究っていうのが一つの形になるってずっと思っているので、決して研究だけじゃなくてやはり教育、その物の価値であったり経済と広報っていうのをちゃんとバランスを考えながらやることで、さっき親からずっと言われていた人のためになるっていうのはどういうことかっていうのを考えながらやってるっていうのがあります。なるほど。いや今とてもいわゆるあれですよ、先生、それがまさにサステナブルな思想なんですよね。つまりやっぱり経済循環が起こってないとある人で終わると思うんです。やっぱり次も続かないし、それが一つ大学の中で、あるいは社会の中でちゃんと経済循環、いい意味でお金が回って次の研究が生まれていくというような仕組みを作らないと、やっぱりダメなんだなと。先生がそういうお考えを持ってるっていうのは非常に今日はてっきりですね、先生は本当に恐竜バカだと思ってたんですよ。経済のことなんか総長言ったらダメですよこんなところって言われるけど、でもそれはすごく大事だと思います。大事だと思いますね。で決して効果がなくても努力はすべきだと思います。やっぱり経済的な、僕らの分野はできませんじゃなくて、やっぱりその中で経済的なバリューを見つけて努力はしないと。やっぱり大学の中にいる以上はそのサステナブルな仕組みを作って社会にやっぱり社会に出していくらかっていう、そういうのは今まで北大は弱かったと思うので、これからやっぱり候補の方もたくさんいるので、ぜひそういうのをねやっていきたいですね。やはり総長は大学のトップの方で、多分大学運営ですごくお忙しいと思うんですけど、こうやって私の恐竜の話をここまでいろいろ聞いていただいて、しかも非常に興味持っていただいて私も非常に楽しくお話ができました。やはりちょっと失礼かもしれないですけど、大学をなんとか良くしたいとか、よりいろんな学生、多くの学生、一人でも多くの学生に北大に来てほしいって、この北大の魅力っていうのを伝えたい気持ちっていうのは私も実はかなりありまして、総長も当然ですけど、そのような北大の魅力っていうのを伝えたいっていう意味では何か同じとこを感じることができたので、これから一緒に博物館も北大のためになんとかできることは何でもしたいなというふうに思いましたね。はい。これから何人かの研究者と話をするんですけども、第1回目として本当に良かったなと思います。やっぱり小林先生まず一つは古生物学という、非常に研究者がそんな多くない領域でこれを日本全体で盛り上げていただいて、北大を代表する研究者だったということ。もう一つやっぱり今日思ったのは、本当に先ほど申し上げたけど、本当に自分の興味だけでやってるというようなイメージもないわけじゃなかったんですけども、やっぱり大学全体をご覧になってるし、そしてどうやって古生物学全体をですね盛り上げて、北大の中でもその立場をちゃんと作っていこうかというですね、
非常にバランスのいい方なんだなと思いました。